こちらが世界遺産です。ここはインド中部マディアプラディーシュ州のカジュラホです。首都デリーからおよそ 500km、農村地帯に囲まれた静かな町です。しかし、この町には世界遺産に登録された寺院群があります。その壁面には他では見られない彫刻が刻まれています。これらの寺院が建てられたのは10世紀から11世紀にかけて、当時この地域を治めていたのはチャンデーラ朝でした。中央インドに位置するこの地は交易路にも近く戦略的にも重要な場所でした。王朝はここを拠点に勢力を広げていきます。その繁栄の象徴として築かれたのがこれら壮大な寺院群でした。最盛期にはおよそ85の寺院が存在し、現在でも20数棟が残っています。それでもなお、北インド寺院建築の最高傑作と評価されています。1986年、カジュラホ寺院群として世界遺産に登録されました。しかし、カジュラホを有名にしているのは、その建築技術だけではありません。この寺院群を語るとき、避けては通れないものがあります。それが壁面の彫刻です。舞踊、楽師、戦士、神々、そして男女の姿。これより先は少し立ち止まってみる必要があります。寺院の壁面には男女の性愛を描いた彫刻が刻まれています。しかもそれは隠されることなく堂々としています。ここは聖域です。なぜここにあるのでしょうか。背景にあると考えられているのがタントラ思想というものです。少し難しく聞こえますが考え方はシンプルです。性は隠すものでも否定するものでもない。人が生きるための自然な力の一つだと考えます。命が生まれること、生きようとする力、そういったものと同じ線上にあると言えるのではないでしょうか。そして重要なのは、このような性的な彫刻は全体の一部に過ぎないという事実です。その割合はおよそ10%前後だと言われています。残りは神々、日常生活、舞踊、戦い、動物、儀式。ここは欲望だけを刻んだ場所ではないのです。つまり人間の営みそのものを刻んだ場所ということです。さらに興味深いのはその配置にあります。聖愛の彫刻は寺院の内側ではなく外側に集中しています。外側は世俗、内側は聖域。過去、この場所を訪れた人はまず、外側の欲望の世界を通過し、聖域である内側へと進んだことでしょう。欲望を否定しない。しかし、そこにとどまらない。それがこの場所の設計思想だと考えます。一方で現代はどうでしょうか。欲望を消費に変え、あるいは道徳で押さえつける。そのどちらでもない構造がおよそ1000年前の石には刻まれているのです。この寺院群は19世紀、イギリス人の技師によって再発見されました。そして1986年、ユネスコによりカジュラホの建造物群として登録されます。世界が評価したのはその大胆さだけではありません。そこに込められた思想の深さでした。カジュラホは刺激的な寺院ではありません。人間を否定せず、丸ごと受け止めた文明の記録。もしこの寺院に違和感を感じるとしたら、この寺院が特別なのではなく、私たちの感覚の方が変わったのかもしれません。言葉だけでは伝わらない部分もあります。だからこそ実際に見ると印象が変わるかもしれません。